こんにちは。今回の動画では、世界一の自動車メーカー、トヨタグループが直面した一連の不正問題の本質について考えてみたいと思います。文書主義と現場主義、この異なる二つの考え方のバランスを崩してしまったことが原因の一つだと考えます。文書主義と現場主義の定義。まず、文書主義と現場主義の基本を押さえましょう。文書主義は、ルールや手続きを文書として残し、物事の決定などに関わる詳細なプロセスを記録し、それに基づいて行動するアプローチです。一方、現場主義は、現場での経験や直感を重視し、現地現物を見て、現場で柔軟な対応を行うアプローチです。この二つの主義がバランスを欠くと、組織内で様々な問題が生じる原因となります。文書主義における改ざんの容易さ。文書主義の最大の弱点としてまず挙げられるのは、改ざんが簡単に行えることでしょう。パソコンの普及により、文書は紙ではなく、ワープロソフトなどのデジタル形式で存在するようになりました。その結果、数字の変更や文書の削除、偽造が容易に行えるようになりました。トヨタの不正問題では、この改ざんが大きな問題となりました。しかし、このようなことは今回の件だけではなく、国家の最重要要素である公文書でも行われてきたことは、皆さんもご存知のことだと思います。その結果、組織の信頼性や透明性が損なわれ、重大な結果を招くこともあります。現場主義における改ざんの困難さ。一方で、現場主義は改ざんが起こりにくい仕組みです。なぜなら、現場に行き、現地現物を目で見て、その現場で働く人々が直接的なフィードバックや観察に基づいて意思決定を行います。そのことが透明性を強化し、不正が発覚しやすい環境を作り出すからです。現場からのリアルな声が不正を未然に防ぐ鍵となります。そして、現場の声を無視し続けると、いずれは内部告発につながります。実際、今回のトヨタグループの不正においても、内部告発により発覚したものもありました。文書主義と現場主義のバランスの必要性。重要なのは、文書主義と現場主義のバランスを適切に取ることです。改ざんのリスクを低減し、同時に組織の信頼性と効率性を高めるには、両者の長所を組み合わせる必要があります。バランスの取れたアプローチが、組織を不正から守り、持続可能な成長へと導きます。文書主義と現場主義のバランスに基づく組織改革を行えば、透明性と柔軟性を担保しつつ、組織全体の信頼を再構築することが可能となります。そのためには、文書主義の利点であるプロセスを詳細に記録しておくことにより、先達の改革の詳細を後追いできるようにしておけば、次の改革を行う者にとって、重要な参考資料となります。また、従業員に自らの意見が組織の意思決定プロセスに反映されることを実感してもらうために行動指針として文書化し、経営陣や管理職から率先して行動することを忘れてはいけません。さらに、デジタル技術の進展を活用することで文書管理システムの最適化を進め、改ざん不可能なシステムを構築し、情報共有とコミュニケーションの効率化も実現することができます。その上で、継続的な教育と研修を通じて、経営陣も含めたすべての社員のスキルアップを図り、倫理観とコンプライアンス意識を高めることが重要です。これらの取り組みにより、組織はより迅速に市場の変化に対応できるようになり、再び持続可能な成長の道を歩み始めていけるでしょう。今回は、トヨタの一連の不正問題を通して、文書主義と現場主義のバランスの重要性についてお話ししました。組織が直面する挑戦は多岐にわたりますが、適切なバランスを保つことで、これらの挑戦を乗り越え、新たな成長を遂げることができるでしょう。この動画が皆さんにとって、有益な情報を提供できたなら幸いです。ご意見やご感想をコメントしていただけると、次の動画作成の励みとなります。ご視聴いただき、ありがとうございました。